この巣箱、ホームセンターの杉板だけで作りました。材料費はだいたい3000円です。市販の巣箱を買うと1セット6000円から1万円くらいはしますが、自分で作ればその半分以下。しかも自分で作った巣箱にミツバチが入居してくれた時の感動は買った巣箱以上です。こんにちは、KI です。いつもご視聴ありがとうございます。日本ミツバチ飼育ガイドの第3回目は、重箱式巣箱の作り方を完全解説します。今回は初心者でも作れる重箱式巣箱の作り方を木材の選び方から組み立て、仕上げまで全工程をお見せします。この動画1本見ればすぐにホームセンターに行って作り始められます。それでは早速始めていきましょう。まず最初になぜ重箱式巣箱がおすすめなのか簡単にお話しします。日本ミツバチの巣箱には大きく分けて3つのタイプがあります。丸太をくり抜いた丸胴式、枠を1枚ずつ管理する巣枠式、そして箱を積み重ねる重箱式。丸胴式は味わいがありますが、細密や管理が難しい。巣枠式は観察しやすいけれど構造が複雑で DIY のハードルが高い。その点、重箱式には3つの大きなメリットがあります。1つ目、構造がシンプル。基本的に同じサイズの箱を積み重ねるだけなので DIY 初心者でも十分作れます。2つ目、細密が簡単。ミツバチは上から下に向かって巣を伸ばしていくので、蜂蜜が溜まった上の段をワイヤーで切り離して収穫するだけ。3つ目、ミツバチへの負担が少ない。丸胴式に比べると細密時に巣をなるべく壊さずに管理できます。というわけで、これから日本ミツバチを始めるなら、まずは重箱式一択です。今回ご紹介する巣箱は板厚 35mm の高断熱仕様です。板厚 35mm のメリットはたくさんあります。まず板が厚いことで反りに強く、またビスもよく効きますのでしっかりと接合することができます。また断熱性や耐久性が高いので屋外に常設する巣箱には最適です。少しくらいスズメバチにかじられても板が厚いので簡単には侵入されませんし、巣虫にかじられても使い続けることができます。デメリットとしては当然ながら少し重くなること。実際には女性の蜂友さんでも問題なく扱えている程度ですので、過度に心配する必要はありませんが、不安のある方は 24mm とか 25mm とかにするのもありだと思います。では完成形を先に見ていきましょう。これが今回作る重箱式巣箱です。上から順に屋根、蓋、すのこ、重箱が2段、巣門の枠、底板、そして台、全部で7つのパーツで構成されています。パーツが多く見えるかもしれませんが安心してください。やることは基本的に切る、穴を開ける、ビスで留めるの3つだけ。しかも切るはホームセンターのカットサービスに任せられるので、実質穴を開けてビスで留めるだけです。それでは材料の準備から始めましょう。まずは木材です。使うのは杉の足場板、厚さ 35mm、幅 240mm、長さ2メートル程度のものを探します。杉は加工しやすくて値段も手頃、養蜂用巣箱の定番の材料です。板を選ぶ時のポイントは3つ。まず乾燥済みであること、次になるべく反りの少ないもの、そして防腐剤が注入されていないもの。薬剤処理された木材はミツバチが嫌がるので避けてください。材質は杉以外でも良いですが、合板は屋外での長期使用には向かないので避けてください。今回おすすめする杉の足場板は一般的なホームセンターの木材コーナーには置いていないことが多いので、大型ホームセンターの資材館や建築資材コーナーを探してみてください。私は近くのホームセンターの資材館を利用しています。35mm 厚の板を家庭用の丸ノコでまっすぐ切るのはちょっと大変なので、
ホームセンターのカットサービスを使っています。1カット30円です。カット割り付け図も用意しました。概要欄に記載しているブログ記事からダウンロードできますので、よかったらカットサービス依頼時の参考にしてください。ちなみに2メートルの足場板を4枚カットすると重箱7段分の板が取れます。次に工具です。まず最低限これだけあれば作れるというものから説明します。最初に電動ドライバーまたはインパクトドライバーです。アイリスオーヤマの電動ドライバーとインパクトドライバーを使っています。電動ドライバーはビットの取り外しが回転式ですが、インパクトドライバーはワンタッチでビットを交換できるので便利です。なお電動ドライバーでも下穴を開ければ問題なく使えます。次に F 型クランプ、板を固定するのに使います。開口部が40センチ程度のものを用意してください。3ミリのドリルビット、下穴用です。75ミリの長めのものが一気に穴を開けられて便利です。次にバカ穴用の 4.6 ミリのドリルビットです。そして皿取りカッターです。皿取り切りとも呼びます。これがあると仕上がりが良くなります。そしてドリルが深く入りすぎないように目安とするテープです。専用のドリルストップも数百円で売られています。ビスはステンレスのコーススレッド、長さ 75 ミリを使います。板厚の2倍程度が目安です。屋外で使うので鉄製だと錆びてしまいます。必ずステンレスにしてください。木工用の接着剤も用意しておきましょう。タッカーはスノコの組み立てや網の取り付けに便利です。今回の説明では使用しません。他に金槌、ペンチ、ハサミ、ドライバーも必要に応じて使用します。さらに余裕があればマルチツールを用意すると便利です。切る、磨くが1台でできるので個人的にかなりおすすめです。ちょっとした切断ならジグソー代わりに使えますし、ヘッドを交換して仕上げのヤスリがけにも使えます。いよいよ製作に入ります。まずは巣箱の心臓部、重箱の組み立てです。ホームセンターでカットしてもらった板を用意します。こちらは巣箱用、こちらはスモン用です。組み立てる際の注意点を3つお話しします。最初は年輪の向きです。板の断面を見ると年輪が弧を描いてますよね。この弧の外側、つまり樹皮に近かった側を木表、内側を木裏と呼びます。木材は時間が経って乾燥すると木表の側に向かって反る性質があります。木表、すなわち樹皮側が巣箱の内側を向くように組むと反りが生じても隙間ができにくいと言われています。2つ目は下穴の大きさです。下穴は上側をコーススレッドの直径より太くして、下側をコーススレッドの直径より小さくします。4.2 ミリのコーススレッドの場合は上を 4.2 ミリ以上、下を3ミリから 3.2 ミリにします。これによりビスを締めた時に板と板が引っ張られてくっつきます。3つ目は皿取りです。あらかじめ皿取り切りで加工しておくとビスがしっかり締まりますし、仕上がりもより綺麗です。皿取り切りで加工するとこのように円錐型のくぼみをつけることができます。後でビスを留めた時にビスの頭がきれいに収まっているのがわかると思います。では実際に重箱を組み立てていきましょう。最初にビスで留める場所に鉛筆で印をつけておきます。板の端から 17mm から 18mm の位置、
こうするとビスが下の板の小口の中央にきれいに入ります。今回は3本のビスを使いますが、それぞれ端から 25mm のところ、真ん中は 75mm のところに印をつけておきます。まず接合面に木工用ボンドを塗ります。ビスだけでも固定できますが、ボンドを併用するとはるかに強い結合になります。2枚を L 字に合わせてクランプでしっかり固定します。ここで大事なのは面と面をきちんと合わせてズレがないようにすること。ずれていると段を重ねた際に隙間ができてしまいます。クランプでしっかり止まったら、まず皿取り切りでビスの頭が沈む穴を作ります。次に 3mm のドリルビットで下穴を開けます。下穴を開けないと板が割れることがあるので、面倒でも下穴を開けましょう。75mm の長めのドリルビットを使うと、クランプで固定したままで上板から下板まで一気に下穴を開けられるのでとても便利です。おっと、インパクトドライバーの電池がなくなってしまいました。電動ドライバーにビットを付け替えて作業を続けます。上側の板に開ける穴はビスの直径より少し大きいバカ穴にしますので、ビットを付け替えます。今回は 4.6mm のドリルビットにしました。この際の注意点です。下の板まで穴を広げてしまわないように、ドリルビットの先から 35mm のところにテープをつけて、上の板の厚みの 35mm 以上の穴を開けないように気をつけましょう。最後に 75mm のコーススレッドを打ち込みます。皿取りしてあるのでビスの頭がきれいに沈んでいますね。同じ工程を繰り返して L 字を2つ作ります。それを5の字に組み合わせて同様に接合していきます。最後にクランプが邪魔だった中央部分にも下穴を開けてビスを打ちます。皿取り切りで皿取りし、3mm の下穴を開け、バカ穴を開けてビスを打つ。同じことの繰り返しです。はい、これで重箱1段の完成です。あとは同じものを必要な段数だけ作るだけ。待ち受け箱1つに対して重箱2つを用意しましょう。重箱ができたら巣落ち防止棒を入れます。今回はビニール被覆の針金を使って井桁状の巣落ち防止棒とした場合の紹介です。 4.6mm のドリルビットで穴を開け針金を通します。真夏に柔らかくなった巣が落ちるのを防ぐための大切なパーツです。一つ注意点。巣落ち防止棒を井桁状にびっしり入れた巣箱は一番上の段には使わないでください。分蜂時に探索蜂が巣箱を下見に来た時、障害物が多いとここはやめておこうと敬遠されてしまうことがあります。次はすのこです。すのこは蓋と重箱の間に挟むパーツで、実はこれ細密の時にすごく重要な役割を果たします。蜂蜜を収穫するとき、すのこの下にワイヤーを通して巣を切り離します。もしすのこがないと蓋に直接巣がくっついてしまって切り離しがとても大変になります。すのこがあるおかげでスムースに上段だけ取り外せるわけです。作り方はシンプルで、5から7mm 程度の厚さの杉板を 8mm から 10mm くらいの隙間を開けて並べていきます。隙間が 6mm 以下だとミツバチが蜜蝋で埋めてしまうので、少し広めにしておくのがポイントです。
下穴を開けてから小さなビスで留めていきます。なお板が薄いので下穴を開けておかないと簡単に割れますのでご注意ください。今回は念のためインパクトドライバー使わないで手で留めていきました。はい、すのこの完成です。そしてこのすのこを巣箱の上にビスで留めます。続いて蓋です。蓋は枠と天板で構成します。枠は重箱を作った時の余り材を使います。重箱と同じ要領でロの字型に組みます。今回天板にはコンパネ板を使います。すのこが当たってしまう部分は今回はマルチツールで削っておきました。大切なポイントがもう一つ。蓋の裏側に針金かトリカルネットを貼ります。これがないと蓋の裏にミツバチが無駄巣を作ってしまい、蓋を開けるたびに巣を壊すことになってしまいます。金属網を使う場合はカットした端が鋭いので革手袋をして作業してくださいね。今回私はコンパネのツルツルの防水面を使ってミツバチが無駄巣を作らないか試してみたいと思います。コンパネを2枚重ねて 24mm にしました。次に巣箱の重要な部分、巣紋、底板、台を作ります。ここは組み合わせでいろいろな方法があります。一番簡単なのは一番下の重箱と底板の間に 7mm の板を挟む方法です。簡単ですがスズメバチ対策の検討をする必要があります。2番目は開閉扉式。こちらもシンプルで作りやすいですが、巣紋の部分を切り欠く工作は必要です。3番目が引き出し式。底板を引き出して掃除ができます。4番目が鉄製台を使うタイプ。4面から空気が通るので通気性は抜群ですがコストが高めです。どれを選んでも大丈夫ですが、今回は開閉扉式を作ります。なおどのパターンでも共通して大切なのが巣紋の高さです。巣紋の高さは 7mm に設定します。ニホンミツバチは体が小さいので 7mm の隙間は楽に通れますが、オオスズメバチは頭が大きくて入れません。このたった 7mm がミツバチの命を守る防御ラインになるわけです。6mm でもいいのですが、ミツバチも少し窮屈になるので7mm がちょうどいいバランスです。開閉扉式の巣紋枠を作ります。今回は足場板から巣箱の板を切り出した時に余った板を使います。高さは 90mm 弱で扉を開けてスマホで内見ができます。3枚をビスで接合して残りの1枚をステンレスの蝶番で取り付けます。底板はコンパネ板をカットして作ります。これもホームセンターのカットサービスでカットしてもらいました。この扉を開ければ中を覗くことができます。扉の下にはマルチツールで 7mm の切り欠きを入れました。これがミツバチの出入り口、つまり巣紋になります。マルチツールで巣紋用の切り欠きを作っているところです。台にはプラスチックコンテナが手軽に使えます。私の利用しているホームセンターでは798円で販売されています。屋根は巣箱を雨と直射日光から守る傘です。今回はポリカ波板を使ったフラットタイプにしました。屋根に勾配をつけた本格的なタイプもありますが、まずはフラットタイプで十分です。上に重しを乗せるか煮締めバンドで固定すれば風で飛ばされる心配もありません。ポリカ波板は透明で夏場の直射日光が気になりますので、このように発泡スチロールの蓋を挟んだりすると良いと思います。巣箱が組み上がったら最後の仕上げです。まずバーナーで巣箱の外側を焼きます。
焼きすぎ加工です。表面を炭化させることで塗料を使わずに防水・防腐効果が得られます。ミツバチにも安全な方法です。かなり雰囲気が変わりますよね。見た目もぐっと締まります。焼くのは外側だけ、内側は焼きません。焼いた直後は焦げた匂いが残っています。ミツバチは匂いに敏感なので、数週間から1ヶ月ほど野外に置いて匂いを飛ばしてください。雨ざらしで大丈夫です。焼きすぎ加工しておけば多少の雨では傷みません。最後に完成した巣箱を重ねて最終チェックです。段を積んだ時にガタつきがないか確認します。もしガタつく箇所があればサンドペーパーやカンナで微調整してください。それから光が漏れる隙間がないかもチェックします。隙間があると虫が入りやすくなりますし、ミツバチも落ち着きません。隙間がある場合は黒色の荷造りテープで塞いでおきましょう。これで全ての工程が完了です。はい、お疲れ様でした。重箱式巣箱の完成です。巣箱の材料費はだいたい3000円くらいでした。コンテナやポリカ波板など全て合わせても4000円程度です。市販の巣箱を買うよりかなり抑えられていると思います。初めての方はうまくできるかなと不安に思うかもしれませんが、完璧じゃなくても全然大丈夫です。多少の凸凹や隙間はテープで塞げばミツバチは気にせず済んでくれます。大切なのは楽しんで作ること。自分で作った巣箱にミツバチが入居してくれた時の喜びは本当に格別ですから。カット図の PDF やさらに詳しい情報はブログ記事に載せています。概要欄にブログ記事の URL を載せておきますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマにニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。もしこの解説動画が少しでも参考になったら動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントもお気軽にお願いします。すべて返信しています。さて、巣箱ができましたから次はミツバチを呼び込む番です。次回の動画では巣箱の設置やミツバチ誘引の方法について紹介する予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。